世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのミナです。他国には例のないたくさんの要素に加え、真面目で礼儀正しく、規律を重んじる国民性も相まって、海外の人々から見ると、日本はあらゆる面でとても奇妙で特殊だと言われることが多くあります。今回は、日本の特殊性こそ国家の理想形という話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。日本の新幹線のホームで撮影されたある写真が以前海外で大きな話題になっていました。まずはその写真をご覧ください。上品に着物を着こなした女性がスマートフォンを眺めながら新幹線を待つ様子を収めたこの一枚。実はこの写真が、これこそが伝統とモダンが共存している特殊な日本を象徴する最高の一枚だとして、多くの海外サイトで紹介されたのです。日本人にとって着物の女性を見るのはそこまで珍しい光景ではなく、特に違和感はないように思いますが、海外の人々にとってやはり着物は特殊な憧れの衣装。そしてその伝統である着物と現代の象徴であるスマホの融合には感動もひとしおだったようで、コメント欄は大変な熱気に包まれていました。その様子をまとめてご紹介していきましょう。海外の反応。日本の伝統と技術的偉業が映し出された最高の一枚だね。これぞまさに数千年の歴史とモダンの融合だと言える。このコントラストは特別なものがあるな。日本は今も伝統を残したまま進化を続けているんだよね。本当に美しいことだと思うよ。日本の調和ある雰囲気が醸し出されていて、とてもいい写真。なんて汚れのない環境なんだろうか。この写真は美しい。その言葉以外は必要がないくらいだ。こういう特殊な日本的スタイルはいつ見ても引き込まれてしまいます。モダンなものも美しいけど、最も輝いて見えるのはやはり継承された伝統なんだ。なんて素敵な光景。だけど日本の駅で並んでいる人が一人って珍しいよね。撮影のために用意された特別な光景かな？撮影のためかどうかは定かじゃないけど、こういう光景はそこまで珍しくない。東京にいると同じような場面を結構見るからね。混雑している駅のホームでも日本人の高い民度を感じるわよね。日本人は尊敬に値する国民よ。この女性のように外見だけに限らず中身もとてもエレガント。日本を訪れるとあらゆるところで超モダンと伝統のコントラストに出会えるのよ。そうして私は日本に恋をしたの。一体何十枚の写真を撮ったことか。彼らは古い伝統を大切にしていながら、現代的な部分では多くの他国よりもはるか先にいる。この国こそ国家の理想形だ。日本は古代のセオリーとのバランスの取り方が本当に素晴らしいんだよね。こういう面が日本を世界で唯一無二の国にしているんだと理解した。このコンビネーションにはかなり特別なものがありますね。日本ならではです。素晴らしい対比だ。もしかしたら日本を最も日本たらしめる要素かも。伝統とモダンが共存しているのがすごいんじゃなくて、共存させてるからすごい国になったんだ。江戸時代なのにモダンもあるっていうアニメの銀魂みたいな世界観を思い出す。なんか見たことのある光景だと思ったらそれだった。銀魂の世界観は大好きだから、この写真にもとても感動しました。日本ってゴージャスって言葉が本当によく似合うと思う。女性の気品ある着こなしが大好き。一切の無駄のなさが上品さを際立てているのよね。私もいつか着物を着て街中を散策してみたい。着物で歩くのは結構大変だよ。トコトコって小さい歩幅で歩くのがコツなんだって。地元にある日本舞踊の先生がそう言ってた。現代の生活では大変な面が多いらしい。
ありえないくらいにエレガントで、ありえないくらいに美しい。人類史上最高の発展を遂げていながら、数千年続く伝統を守り続けてきた、そんな日本という国を象徴する一枚だと思う。以上が海外の人々の反応でした。一枚の写真にとても多くの人々が魅了されたようですね。伝統とモダンが共存する国は日本だけではないのですが、日本の伝統文化には他国にはない特殊な魅力があると言えるようです。今回、伝統について調べてみると、日本にあらゆる伝統が残り続ける理由が少しだけ見えてきました。まずは日本の伝統を2つ選出して起源とともに紹介していきましょう。1、着物。現代のような着物の形が生まれたのは794年から1185年まで続いていた平安時代になってからと言われています。その原型は小袖と呼ばれる袖口が小さく庶民を中心に発展していたものが始まりともされていて、この小袖の起源をたどると、なんと紀元前10世紀から紀元後3世紀中頃までにあたる弥生時代まで遡ると言われています。この時代に女性が着ていたのは布の中心を切り頭を出すワンピース型の衣服で関東衣というそうです。後に関東衣は体温調整と身体保護の効果を高めるために両脇に袖が縫い付けられるようになりますが、そうすると脱着しにくかったことから体の前の部分の縫い合わせを解き、前身頃部分が重なり合うように奥身部分が付けられ、現在の着物の形に近づいたと考えられているのだとか。時代とともに洋服を着る人が増え、現代では着物を着る人は少なくなりましたが、昔にはなかった現代的な柄や色味、レース地を取り入れたものや、柔らかい帯を使用してリボン結びや花結びにするなど、モダン着物と呼ばれるものも続々と登場しています。2、歌舞伎。戦国時代の終わりから江戸時代の初頭にかけて都で流行した奇抜なファッションで、世間の常識はお構いなしだった歌舞伎物の装いを取り入れ、1603年に一世を風靡した出雲のお国の歌舞伎踊り。当時の歌舞伎踊りは少々刺激的な遊女歌舞伎だったため、芸術として評価されておらず、風紀を乱す存在として幕府により禁止されてしまいますが、形を変えてでも続けていこうとした関係者たちは出演者を男性に限定します。こうしてできたのが現在のスタイルの歌舞伎だと言われており、1986年にはスーパー歌舞伎と呼ばれる過去の演出とは異なる現代風歌舞伎が誕生。近年ではスーパー歌舞伎セカンドへと進化して、人気アニメワンピースも歌舞伎の世界で登場しています。もともとの歌舞伎の本質にある最先端を目指す何でもありの世界で日々進化を続けており、2024年には鬼滅の刃の公演も予定されています。以上、日本の伝統をお伝えしました。今回ご紹介した着物と歌舞伎は伝統的な形を色濃く残しながらも、誕生したと言われる当初から現代に至ってもなお確実に進化を続けているのです。現代に生きる人々は炊飯器で美味しいご飯を炊き、便利な機能が搭載されているお風呂やトイレを利用。そしてきらびやかな着物や衣装の下には薄い生地なのにとても暖かいヒートテックを着用していたりします。日本人はそれが伝統と呼ばれる前のはるか昔から様々な取捨選択を試み、それを研ぎ澄ませてきたのです。もちろん全てを正しく継承できているのかどうかは誰にもわかりません。しかし日本に存在するあらゆる伝統が世界から美しいと評される形で現代へ継承できているのは、先人たちへの敬意を忘れることなく試行錯誤を繰り返しながら取捨選択をしてきたからだと言えるのではないでしょうか。世界に評される伝統とモダンが美しく融合する国を作り出しているのは、日本の国民性によるものだと言えるのかもしれません。皆さんはどうお考えになりますか？日常生活に目を向けると、伝統とモダンの融合は至るところに見られます。ちなみに私は、お寺のお堂にある畳の上をルンバが動き回る光景を目撃したことがあります。静まり返った空間にルンバが登場した時には、心臓が口から飛び出そうなほど驚きました。
皆さんが見つけた伝統とモダンの融合もぜひコメント欄にて教えてくださいね。世界で一番長い歴史を持つ国、日本。遥か昔から受け継がれてきた大和魂を大切に新しいものを取り入れながら過ごしていきたいですね。最後までご視聴ありがとうございました。